韓国の男性は怖がらないって。それではこの話を聞いてみてください。ある男の銭湯の更衣室にいきなり大勢の人がどっと押し寄せてきました。あちこちで服を着替える煩雑な状況が発生しました。タンスや床にはたくさんの衣類や所持品が散らばっていました。ところがその所持品の間で携帯電話一つがずっと鳴り始めました。でも携帯の持ち主はそれを知らなかったのか。携帯電話は誰も出ないでしばらくずっと鳴っていました。騒々しい音に人々が少しずつムカつく頃、一人の男が携帯電話を自然にもらいました。相手の通話声が携帯の外に大きく聞こえたが、電話をかけた人は男の子のようでした。お父さん、僕ゲーム機使ってもいい？この前に買ってくれると言ったじゃないか。そう、わかった。お父さん、携帯も変えたいけど買ってもいい？もちろん。本当？じゃあお父さんカードでインターネットで注文する。わかった、そうしなさい。男は息子の言葉に快く承諾しました。そして携帯電話を切って周囲を見回していた男は大きな声で叫びました。この携帯の持ち主は誰ですか？こんにちは。韓国の内情と秘密を一つ一つ明らかにしてくれる皆さんのこれ、トリです。今日は韓国の男について話したいと思います。韓国の男性は隣にいる人を他人と考えず、同じ同僚のような意識を持っているようです。韓国の男性は女性にとても優しいです。思ったより連絡もよくして、電話のコメントも優しいです。韓国ドラマの俳優のように生活する人が多いです。ドラマの場面は大げさではありません。そしてできれば正義を実践しようと思います。人が難しければ自分が損をしても助けようと思います。そういえば急に思い出しました。韓国人留学生が駅前から線路に落ちた日本人水客を助けようとして電車にひかれて死亡する事件がありました。2001年夏の夕方7時18分に日本東京都新宿区山手線新大久保駅で韓国人留学生コノ・ソヒョンという人がいました。この韓国大学生の線路に落ちた坂本聖子を助けようとして電動車にひかれて死亡する事件が起きました。電車を待っていたイ・スヒョンさんは坂本が同僚と一緒にプラットフォームで酒を飲みながら足が滑って線路に落ちたのを見ました。他の日本人の一人と共に飛び降りて救出しようとしたが、進入していた電車を避けることができず、こんな事故に遭ったと目撃者たちは伝えました。こんなに人の国に行って知らない人のために命を犠牲にする人も多いです。もちろん韓国で自分を犠牲にして息を引き取る事件は新聞によく登場します。韓国人は小学校1年生の時から学校で犠牲を教えていますが、いざ家に帰ってからは母親にそんなことせず自分だけ頑張れと教えることが多く、辛い時も多いです。韓国の男性は女性とデートするときにデート費用を男性が支払うことが多いです。女性がお金持ちで男性が貧しくても無意識的にデート費用を払おうと努力しています。それでもし男の人が仕事がなくてお金がないならデートをしようとしません。それでプライドが傷つく時が多いと言います。男性は焼肉屋に行くと男性が焼き、女性は主に優雅に食べる方です。そしてお金は男性たちが払います。外国人が見たとき理解できない部分が多いです。愛する人と電話するときは最後に愛してると挨拶が上手です。そして記念日には花とプレゼントを当然あげます。もし準備ができなければ女性からひどく怒られます。よく見ると韓国の男性はかわいそうな時が多いです。高等学校を卒業したら正常な韓国男性なら全部軍人を2年間しなければなりません。
もちろん大学に入学すると自動的に延期になりますが、いつか行かなければなりません。軍隊を除隊しても予備軍を再び6年間しなければなりません。予備軍は学校を通いながら勤務することができます。軍服務期間の間、女性たちは進学をして就職でお金をもらいます。しかし男性は軍隊の内務班で男同士で銃、刀を持って熱心に訓練をしなければなりません。韓国男性は誰でも射撃と銃剣術を習って除隊します。それで荒い男になって現れます。男性だけの場所で生活して出ると、いくら醜い女性でもお姫様のように見えてしまいます。韓国男性は他の男性よりもっと格好よく見せようと努力しています。それでスタイル雑誌を読んだり、流行に敏感になるしかないです。中学、高校の時から流行に遅れを取ると生き残りが難しいです。もし現在の流行がロングダウンなら、中高生でもどうしてもロングダウンをするべきです。もし金持ちの親なら家で買ってあげますが、貧乏ならアルバイトをしてでもロングダウンを着ないといけません。遠くから見るとロングダウンが制服のようです。韓国の男子は中学、高校の時からヘアスタイルも同じです。最近のヘアスタイルが2ブロックのヘアスタイルなら全部そのスタイルで髪を切ります。日本は同じスタイルの男性がありませんが、韓国の男性はスタイルがほとんど似ています。日本と特に違う点は、韓国の男性はワックスで髪をセットしません。日本には同じスタイルの男性がいません。韓国は何もせずに来たようなさっぱりしたデザインです。流行は一緒にしても考えだけは確実に違います。見た目は同じスタイルだが、韓国の男性はどこに飛び出すかわからない。ラグビーボールみたいです。自分の信念は確かに他の人と違って、友人同士でも小さな意見で争うことが多いです。見た目は似ているが、考えが違う韓国人男性です。会えば会うほど話すことが多い韓国男性たち魅力があります。また韓国男性は男性同士上下関係が必ずあります。男性たちは初めて会うと自然に年齢を聞きます。自分より年上だと兄貴になるし、年が下ったら弟になるのです。それで韓国で年を聞くのは失礼ではありません。女性もこの部分は同じです。お兄さんは弟に尊敬語ではなくタメ口を使うことができます。しかし弟は兄にほとんど敬語を使います。またお兄さんの奥さんが弟より年下でも必ず尊敬語と礼儀を正しくしなければなりません。その代わり兄は目上の人なので、弟に食事を振る舞ったり一緒に食事をしても計算をすることが多いです。そうすることで弟はお兄さんの言葉に多いことを服従します。同じ母親のお腹の中で一緒に生まれていなくても、韓国の男性は本人より年上の人には名前を呼ばないんです。お兄さんと呼んだのがほとんどです。本人の実刑もお兄さんと呼んで集まりであった1年、上司もお兄さんと呼びます。もちろん職場なら場合は違いますが、一般学校や社会であった場合は序列を決めるのが普通です。それで韓国の男性たちは一つの組織でも目に見えない序列が存在します。外国人が来て一番混乱に陥るのもこれです。しかし時間が経つと外国人も自然に同じ序列を意識して年齢を聞いてみたりします。そしてその序列の中に外国人も合流していることがわかります。だから仲間外れにせず組織社会に混じって自然に生きているのです。もし韓国男性と付き合うことになれば、私の話に 100% 共感するつもりです。今日の結論。韓国の男性は女性に非常に親切で、女性を守ろうとし、男性には序列を決めて順位を決めようとする本能を持っています。それが韓国人男性の生き方です。私の話はここまでです。これは韓国の男性を理解する方法の一つです。
私の話が少しでも共感できますか？次の映像が楽しみでしたらいいですよと購読を押してください。今回の映像が良かったら次はもっと面白い映像を早くアップできるようにします。日本語修正するところがあれば教えてください。もちろん英語も修正するところを教えてください。普段から知りたいのですが、皆さんが気づくのは面倒で時間を割くのはもったいないことをコメントしてください。韓国のこと知りたいことを質問していただければ、はっきり調べてお知らせします。最後まで見てくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。今まで韓国の隠れた話をしている皆さんのこれとりでした。今日も家族と幸せな1日になりますようにお祈りします。